都電荒川線が来ますね。1両編成なんだ。戦前からあるそうですよ。開業が1911年。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。普通の住宅街ですね。地価は相当高いのだろうけど、池袋まで歩いて行けるもんな。ググると坪あたり200から230万円だそうです。着きました。清流院です。創建年代は不明ながら1257年頃にはもうあったそうです。なんかえらい毘沙門天推しだな。近代的なお寺ですね。こちらも空襲で焼けたのかな。近代的なお寺だけに海外対応もしっかりしている。11面観世音像。自動搬送式納骨堂とな。なるほどね。集団埋葬のやつか。 IC カードで認証して顔写真と骨壺が手前に来ると見る。2機搭載しているのね。都会だな。日蓮だ。この辺日蓮宗ばっかりだね。
左手は雑司ヶ谷霊園です。1874年開設。埋葬著名人はジョン万次郎、小泉八雲、夏目漱石、竹久夢二、東條英機、永井荷風など。墓時代が墓石入れて500万円以上と高級墓地ですね。今日は墓地ツアーはやめときましょう。にしても有名人だらけですね。右手は何だろう。蔵かな、豪邸か。旧宣教師館通り。狭い通りだな。住みにくそう。いくら高級住宅とは言ってもね。ここは教会か。着きました。雑司ヶ谷旧宣教師館です。1907年建築、アメリカ人宣教師のジョン・ムーディ・マッケーレブ屋敷跡です。東京都指定有形文化財であり、豊島区に現存する最古の近代木造洋風建築となっています。明治以降の偉人といったら赤い少女がセットだよね。赤い靴とか赤い鳥とか。人多いな。無料公開ってことは維持管理は税金か。豊島区立雑司ヶ谷一丁目公園。無人の公園はいいね。
Google マップによるとここを降りるのだが段差があるな。いわゆる目白台の目白凱旋ですね。神田川が武蔵野台地を削ってできました。雑司ヶ谷1丁目、坪単価239万から350万円。清戸岸母神堂に着きました。雑司ヶ谷岸母神堂に祀られている岸母神像はこの辺りで土中から見つかったそうです。イチョウの木かな、大きいな。この百度石は1930年のもの。こちらの石碑は文政6年1823年。本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。